はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木です。で、今日の話は何かっていうと、日本国外に商品を売るという選択はありだよねというテーマなんですね。100均のダイソーってあるじゃないですか。あれって日本でまだ100均なんですか？ロサンゼルス、僕が住んでる街にもね、あるんですけど、今2ドルぐらいで売ってますよ。2ドルっていうと、ね、円換算すると300円じゃないですか。で、もし日本でまだ100均とかで売ってるんだとしたら3倍で売ってるわけですよね。で、彼らの経営状況ってちょっと僕分かりませんけども、かなりね、続々出店してるし、あとお客さんも結構入ってるから、レジなんかも大体並んでますよ。だから結構景気いいんじゃないかなってね、思うんですよ。で、アメリカで経営してるとですね、いろんな国の企業とやり取りすることが意外と普通なんですね。きっかけはですね、大体、ネットサーチとかで引っかかったりとかするんですけど、で、サイト自体はね、もちろん英語なんですよ。で、面白そうな商品だなとかね、サービスだなって思ったら、まずこちらからコンタクトを取り始めるんですけども、その時点では、その会社がですね、どこの国の会社なんかあんまり考えてないんですね。例えば去年なんかはね、やり取りしてた会社はカナダにある会社と、あとインドにある会社ですね。で、先週なんかはね、イギリスの会社とミーティングしたんですね。で、面白いのが、そのイギリスの会社とね、ズームミーティングしたんですけど、会議の相手は、てっきりイギリスに住んでるイギリス人かと思ったらですね、ベネズエラに住んでるベネズエラ人だったんですよ。そう。ベネズエラ人なんですけども、言語は英語で会議を行いました。で、その人はね、アメリカに来たこともないって言ってましたね。その人が社員なのか、委託されてるのか、僕からしたらもう全くわからないんですけども、ぶっちゃけ僕からしたらですね、その会社がどこの国でも構わないし、ミーティング相手がどこの誰だろうが全然構わないんですね。その会社の属している方であればですね。そりゃそうですよね。仕事がね、とにかく円滑に進めれば何でもいいわけでね。そう。で、当然ですね、そういった会社は、こちらから申し込みするのに、住所とかね、あと電話とか決済とか、そんなものは全部ね、アメリカに対応してるわけですよ。自国で売るよりも、海外、特にアメリカの企業相手に売った方が得だと考えてるんですね。だってその方が需要はあるし、ドルがね、そもそも自国通貨よりも高いわけですから、そう。で、もっと言うと、もう花からそのつもりでなんかいろんなもの作ってますよね。インドの会社とかね、あとは中国の企業なんてね、もう表のサイトはもう完全に英語メインですよね。そう。なので、もしですね、あなたの会社が高く商品とかサービスをね、売りたいと考えている場合は、海外へ売るというのはね、選択肢として入れた方がね、いいと思っています。で、そのためには、まずやっぱその、ウェブサイトのですね、英語へ切り替えできるようなことをするっていうのはやっぱ必須だと思うんですね。で、もちろん海外のカードに対応したりとか、あと住所とかね、これもやっぱり海外の住所を入れられるようにする。あと電話番号もそうですね。これもね、海外の電話番号、アメリカの電話番号入れてもね、弾かれちゃうんですよ。先に進めないんですね、そもそも。住所なんかもういきなり都道府県と出てきちゃうんで、もうその時点でもう進めないんですよ、先に。そう。あそこにやっぱりその海外とかっていうところがあって、ね、で、海外の住所入れられるようになってれば先に進めるんですけど、そう、もうそもそも日本国内しか入れられないような感じになっちゃってるんですね。で、もちろんね、その企業相手のサービスなら打ち合わせ時のですね、英語問題っていうのもあると思うんですけど、今はですね、その英語対応のオペレーターへの外注とかだってね、だんだんできるだろうし、もうちょっとするとですね、そのリアルタイムでの翻訳対応なんかもね、できるようになってくると思うんですよね。というわけで、今回の話はですね、海外に売ってくれれば買うのにっていうね、その海外に長く住む一消費者としての意見をですね、共有させていただきました。で、少しでもですね、興味がもしあるのであれば、いきなり全振りする必要はないと思うんですけど、少しのですね、リソースを使って、少しずつでもですね、その海外対応をしていくのがいいんじゃないかなって思っています。またお会いしましょう。では失礼します。